これがフランですね。フラン。はい。ちょっとカスターより緩いなんかアングレーズみたいなソースを流してとろっと焼き上げるんですけど、声のご出演はあり。声はあり。声はあり。これ別だ。面白い。声 OK。大丈夫、まだ本調子じゃないけど大丈夫ですか。多分お客さん来だしてめっちゃ喋り出したら、ちゃんと声が出る。この前までそうすごい風邪ひいてプロレスラーみたいになって。ああ、そうガラガラだった。ガラガラででも大丈夫。ロブローですね。はい。もうオーバーナイトで発酵させて。ベースのパンは何になるんですか？こっちはイングリッシュマフィンで、こっちは米粉の30%米粉のパンできてます。どっちも柔らかいパン。カスタードとかも作られるんですか？そうですね。全部自分たちで作ってます。はい。もう結構年なんでやっぱり添加物とかなるべく完全に難しいですけどね、農薬とかちょっと減らしていけたらなと思って、もうできることはできないのはやっぱりちょっと2人なんで、ベイビーデニッシュって言ってちょっと4種類、今日は島バナナ5種類ぐらいのフルーツ乗っけて焼きますね。なんかちょっと口が開いてる。それラッピングしたら綺麗になります。はい。生地は基本的に分立仕込み。ほぼですね。食パンとか日替わりのパンとかは当日仕込んで焼きますね。はい。自然酵母ともう本当ごく微量のイーストで長時間発酵してますね。これがサワー種です。ライ麦由来のサワー種ですね。ルヴァン用の種です。これはリキッドから硬い種に変換したやつ。ガラスがめっちゃ綺麗です。めちゃめちゃ見てましたよ。ホットワインですね。スパイスとワインで煮込んでるドライフルーツを6種類一緒に後で手混ぜで練り込みます。で酵母が麹酵母で、あと若干のイーストで、はい、発酵させます。中曽根麹屋さんという麹屋さんがあって、そこの麹を買ってきて自家培養して作ってます。でももう発酵力は本当に期待してなくて、調味料的な味に深みが出るというか、はい、お酒でも日本酒が体に合うなと思って、
ちょっと最近気づいてきました。もう明日のルヴァンですね。はい。割れ算ですね。食パンの委ねですね。だいぶ縦に伸びるんですね。モンブランですから。10回数えてます。でも大きい和栗を乗せるので、はい、結局なんかペシャンってなる。もう番匠フルーツが 100% 入ってるんですよ。ほぼ 100% 以上生地に対してね。これ何の生地？これが食パンですね。食パンはもうあれですね。イーストと、麹でやってますね。はい。これが麹ですね。中曽根麹の麹液です。麹と水とそうですね。麹と水ときび糖で、常温発酵5日ぐらいして、それで、冷蔵してます。これがカンパーニュです。はい。今日緩いんで上がらなそうな気がしますね。生地が緩くなっちゃってる。生地がだいぶ緩くなってますね。進んでますね。全然違いますね。同梱の温度は一定でも暖かくなってきたらもう夏なんてエアコン効かしてても全然もう発酵が進んじゃって。お餅みたいになって食感が面白いですね。
ライ麦のヨーグルトライっていうのもヨーグルト種から種を起こして、はい、やってます。これは本当にキュッとするような酸味がライ麦に加わって保湿性とか良くなる気がしますね。前は中種だけでやってたんですよ。でもやっぱりヨーグルト種加えた方がライ麦の臭みとかをなんていうんですかね、覆ってくれるような。ヨーグルトの種はヨーグルトだけなんですか？ヨーグルト、水、蜂蜜でしばらくやっぱり常温で置いて使ってますね。そうすると発酵していくんですね。発酵してきますね。ただやっぱり過ぎると臭くなって使えなくなるので、使い切りですね。種継ぎはしないでも使い切りで、ヨーグルト種ですね。はい。このを入れる前。そうですね。これに石臼吹きと合わせて、はい。発酵させる。大好きすぎて。大好きすぎて。はい。もう大好きすぎて。何が一番好きですか？一番一番は決めれないけど、でもシナモンロールさん、でもスコーンさんもさん付けなんです。そうです。も敬意を込めて。もうリスペクトを込めてさん付次がベーコンエピですね。はい、もう手塩さんって言って沖縄市に本店のあるコザに本店のあるソーセージ屋さんでスタッフ全員が金メダリストみたいな結構すごいいやでも東京いる時も僕本当落ちこぼれで、周りにいる人みんな世界大会行ってる人が結構多くて、僕丸目一つできなかったんで、もう本当にはい。ヨーグルトラインですね。今分割してすぐもう即成形でしてます。冷蔵で明日の朝まで、はい、低温発酵させます。トリュフオイルをもう少しだけですね、香りで。これもロデブです。はい。これも切りっぱなしの。はい。もう切ったらすぐやるんですか？しばらく置いてからですね。これはフォカッチャですね。これも前日仕込みで、はい。まあちょっと違うっつったらマッシュポテト入れてますね。30%、はい。30%。はい。結構保湿でしっとりするんで。はい、もち小麦っていう、はい。ちょっともち米みたいな。これを入れると 10% ぐらい入れてももちもちするんですよ。はい、じゃあどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。南城市にあるながら農園さんというとこからサンドイッチの
具材とかと一緒に届けてもらってますね。無農薬で全部作られてるんですけど。これなんですか？これケッパーですね。ケッパー。はい。酸っぱいんでサーモンとよく合います。ベーグルサンドなんかにも。これ海ぶどうですね。はい。スモークサーモンと、海ぶどうのもう何ですかね、リトルマーメイドみたいな名前つけた方がいいんですかね。で特別にリエットを作ってもらってます。Essayer de semer des graines, c'est mort, il y en a qui le comprendront. クロワッサンが一番人気っておっしゃられてたけど、クロワッサンがそうですね、商品の中では一番、普通に作ってるつもりで普通を解体してくれたよ。普通の気がするんですけどなんなんでしょうね。粉はもちろん国産小麦で5種類ぐらいブレンドしてて、あ、そうなんですか。はい、そのブレンドの割合がいいんですが、ホテル時代からもう料理長に行って全部国産小麦に変えてもらったんですよ。そうなんですか。はい、最初は外麦使ってたんですけど、どうしても小麦アレルギーで、修行時代はもうくしゃみとか涙が止まらなくぐらいマスクしないと。はい、いやだから僕も本当にアグリさんとか中川さんの小麦はもう絶対的ななんか安心感というか、はい、お客さんにも勧められる。うちは小麦と大豆を作ってるんですよ。2品種を作っていて、まあその小麦と大豆と、まあ、こっち違う休ませるっていうのと3つをぐるぐる回す。そう、3つをぐるぐる回すんで、北穂波の観光のやり方ね、多数派のやり方が、まあ、例えば10票600キロ、単たり600キロ取れますってなったら、オーガニックは7割って言われてるんですよね。それが自然栽培になるとさらに半分ぐらいになっちゃうんですよね。やっぱ全く肥料を入れないっていうのはそれぐらい収穫量が減るんですけども、でこういうスペルトはそういう北穂波と比べるとさらに3分の1って言われてるんですよね。それはもう竹の大きさとかそういう品種改良によって収穫量が大きくなったっていう背景があって、こういうなんていうの原種っていうんですか、小麦の原種ってすごく収穫量が少ないんですよ。買い物って投票じゃないですか。はい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 。だからちょっとぐらい高くてもやっぱりその頑張ってくれてるね、オーガニックでもう行くって、未来の子供たちのためにとかそういうのを考えてやってくれるんだったら、もういくら高くても僕ら買いますし、お客さんにも勧めて、お客さんもやっぱり共感して買ってくれると思うんですよね。やっぱりそういうのが一番大事だと思いますね。はい、いやじゃないとやってる意味ないですもんね。大量生産でイケイケどんどんで売れりゃいいっていうんだったら、はい。うちでオリジナルで作った自然栽培ってシールを貼って送るということです。まあやりがいでやって楽しい部分もあるから、まあいいかなと。だからよく言うけど、まあ、有機をやってオーガニックとか自然栽培をやってお金が儲かるなんて最初は思ってやんないんですよ。若い時だから貧しくなってもいいと思ってやってるんですよ。なんだけど結果的には豊かになったって表現してますね。それが人間関係の豊かさだったり、これもちゃんと体系づけてやれば金銭的にもちゃんと釣り合うようになるんで、結果的には豊かになってますというふうに言ってますよ。
ホテルで、はいその外泊から国産小麦に変えてくれたと、はいはい。そんなすんなり変えてくれたんですか？いや結構ホテルってやっぱり何人もの証人がいるんですよ。ですよね。難しそう。しかも大きなホテルで。そうですそうです。料理長はでも理解してくれたの？もう結構地元の食材使った朝食をやりたいっていうので、そういうのがあったんで、それで僕かなさんも10年以上前にもう昨日お会いになった金城さんが、はいはい。金父そばではいはい1号店でされてる時に僕は話しに行って、おそれでちょっとホテルで使いたいって言って。今も農家さんが来て、今のこの風景見るだけで沖縄でいうとちむわさわさって言ってなんかすごいこう懐かしさとかなんか生きてる喜びみたいなのを感じさせてくれる作物だと思うんですよ。僕らの生きてる間にそれが広がらなくても次の世代にバトンが渡せたらいいなって本当に思いますよね。こんにちは。食パンが。いいですか？大丈夫ですよ。いつものやつ。いつものやつあで後で取る。わかりました。じゃあ準備しておきます。今日は、近くでコーヒー屋さんをやってるんですけど、そこでサンドイッチニュージーランドスタイルのサンドイッチを出してて、それでカンパーニュをここのパンを使わせていただいてるので取りに来ましたニュージーランドにワーキングホリデーで行ってたんですけど、あそこで食べてたパンに近い味を探してて、めっちゃ美味しいってなって、そこからです。はい。何が一番好きなんですか？大麦のね、レバンの方ですね。やっぱドイツだから。そうですね。ドイツのパンとほぼ同じ感じですね。ほぼ同じ感じ。ドイツのよくできてるね。よくできてる。一番お気に入りってどれなんですか？このね、オーガニックのレーズンのが私は好きです。かなりこう水分の多いパンですよね。なので冷凍しても割とすごくストック用にすごく。そうだったんですね。これ何の伊藤さん、龍大生、龍大の伊藤さんからありがとうございます。すいません、サプライズありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。何ですかこれは？すごい。今日撮影が入るってなんか来てくださいねって言ってたんですけど、毎日に帰っちゃった女の子で。さんから今度卒業するから僕らがお花を送ろうねっていう話をしてたのに先にやられちゃいました。パンスイスが好きで買いに来てくれて、週に多い時 2,3 回来てくれてたの。タプナードです。オリーブと、アンチョビと本当はニンニク入れるんですけど、これは島らっきょう入れてます。はい、合いますね。肉とか野菜と。はい。あ、そうです。だいたいそうですね。いつもは3時4時ぐらいにそのクロワッサンをカットしたぐらいにちょっと間が空くんで、はい、だいたいそんな感じです。終わりはいつも何時なんですか？
終わりが8時、早くて8時ですかね。遅くて9時10時になっちゃう時もありますね。はいはい。やっぱりクロワッサン成形して、まあクロワッサンなければ3時間は早くなると思うんですけどね。あ、毎日やります。クロワッサン。冷凍してるんです生地玉は冷凍してるんですよ。ただ織り込んで成形最後までやって同梱入れて帰るんですけど、それはもう毎日。成形冷凍するとちょっとやっぱりボリュームが出なくなったり、若干ナチ肌でパンスイスとかシナモンロールとか全部クロワッサン生地でやってるんですよ。あ、これカンパーニュですね。はい。6種類ぐらいブレンドしてます。なるべく、まあ、北海道の小麦も好きなんですけど、なるべく近場がね、フードマイレージ少ない方が負担少ないですもんね。あ、これが中川さんの、はい、ライ麦全粒粉ですね。